んにちは、白井ミュージックの白井俊光です。今回ご紹介するのはこちら、ATV の A ドラムス。今回ですね、スタンダードキットにクラッシュシンバルを1枚足した状態でご紹介します。はい、でですね、今日こちらのセットですね、このパッド、ね、このシェル、ドラムシェルの銅がの形をしているこのパッド、そしてこのシンバルのパッド、そしてこの音源モジュール、この3点の説明をしていきます。電子ドラムのパッドとしてこういうドラムの、ね、形をしているというのはまずとても珍しいですよね。そしてこのパッド、ドラムの形しているだけじゃないっていうセンサーの工夫もあります。そして、このシンバルのパッド、これはちょっと外から見ると今までの電子ドラムのパッドに近い面もあるのかなと思うんですけれども、これにもですねちょっと見えない工夫があります。この辺りの説明、そしてですねこの音源モジュール、ここがですね電子ドラムの音を出すこの各センサーの、信号をまとめて音を出す一番心臓部なんですけれども、こちらがですねとても何て言うのかな、今までの電子ドラムの基本的な流れの考え方とはちょっと違って、でそれが割と僕の視点だとなんか日本人のドラムを叩いてる日本人の人の環境に割と合ってるんじゃないかなと思ったので、そのあたりの説明もしておこうと思います。モジュールに関してはですね AD5 というモジュールで他社の電子ドラムのパッドを組み合わせても使えるということで、これだけ先行でねもう発売して2年経ちますか。1年ちょっと1年ちょっともう発売して経って結構ねSNS とかで見ることも増えてきたんじゃないかなと思うんですけれども、このモジュールですねと、パッドの説明、いきますね。では、まずこの太鼓類の、パッドの説明に入ります。今回ですね10インチのタムをこうスネアスタンドで僕は置いています。どうしてかというと動画撮ると16対9っていう画角でどうしても椅子を低くする必要があってものすごく低いんですね、僕のセッティングって。でそのセッティングするためにはですねこうスネアスタンドが割と便利ということでこうしてるんですけれども、基本的にはねこうタムホルダーブラケットがついていて、スタンドからね取る形になっていますので、普通にこういうなんかYouTube で商品解説する必要がなければ別にタムホルダーで大丈夫です。でこれちょっとヘッド外していきますね。これは1プライのメッシュヘッドですね。2プライ、2プライなんですね。2プライのメッシュヘッドだそうです。で、よいしょ。じゃあ、これ。今日は詳しい人がいるんで、見てた。今日は詳しい人がいるんで、すごい心強いです。では、よいしょ。ドン。よいしょ。こうなってます。はい、センサー、この三角形のこのセンサーが123箇所ついています。ドラムシェルの中にこういうセンサーがあります。で反対側こっち側もメッシュヘッドになっています。なるほど。ということはこれ全部3箇所。そうです。全部3箇所です。なので今まで割とあったのは真ん中にセンサーがあるものが多かったんですけれども、真ん中のセンサーって真ん中を叩くと音がパキーンって急に大きくなったりすることがあったと思うんですよ。それがまずないというための工夫でですね、こういうふうに外側にセンサーが3つあるという、こう3つこうセンサーがあることで真ん中を叩いた時にもですねこう音がパキーンと言わないという、特徴があります。なので今までの、ね、電子ドラムよくこういうセンサーが真ん中にあって真ん中叩くと急に音が大きくなるというところに違和感を僕とかは実は持っていたので、それでねちょっとこう真ん中を外すっていうね感覚っていうのを身につけたりもできるんですけれども、基本的には普通の生ドラムに近い、感覚の方がいいよねということで、こういうふうに3つドラムシェルの中に、センサーがあります。ボトムはこういうふうにメッシュヘッドで、これ
僕初めこう写真見た時にカバーリングかなと思ったらですね、塗りでした。というちょっと塗りなんで、その実物見るとかなり高級感のねあるシェルですね。さあではちょっとヘッド貼りますね。はい、貼りました。で、ここにねシェルにこうケーブルを挿す形になっています。これも分かりやすくていいですよね。なんかよいしょよいしょ、外に出てない感じがなんか後付けじゃなくてこうちゃんと中に入ってる感が僕はとても好感が持てました。さあタムスタンドを置きまして、よいしょ、まずこういうシェルで、スネアのシェルに、こちらですね、これがついています。これはですね、いわゆる、クロススティック、クローズドリムショットとかいうカツっていう音を出すための、これがセンサーに、センサーというか、仕組みとしてはここを叩いた時の音とここを叩いた時の音って、音程感違いますよね。でその音程感が高い、これを叩くと高い音程が出るんですよ。こちらは低くなるんですけど、この高い音程が来た時にこうクローズドリムショットの音になるっていう、ことをしているということで、これすごいなるほどとこうセンサーの特性をうまく、使ってそういうこともできるんだなというのはびっくりしましたね。でスネアにもかかわらずこうなんかねタムみたいなこうなんかスナッピーないしね、感じが面白いです。で、フープのところですね、ちゃんとこうラバーで覆われています。なので叩いた時の音もとても小さいですね。でちょっと初めにね、マイクの関係もあるので、よいしょ、今から、このパッドの生音聞いてもらうんですけれども、皮打ちした時の音ですね。今これ僕の声と全然これオフマイクでやってるんで、だいたいこの僕の声のバランス、声の音量のバランスとこのドラムの音量のバランス一緒だと思ってください。でリムショットしてもっていう感じの音量でパッドが使えます。さあキックなんですけれども、こういう風にメッシュヘッドになっていまして、で、こちらにですねスポンジが入っています。なんでなんかメッシュヘッド独特のねこうすごく跳ね返りが来るとか沈んでしまう感っていうのが抑えて、あってね、踏んだ感じも結構心地よいですね。あと、とてもよくある問い合わせで振動に関しての話を、もらうんですけれども、ドラムの振動って本当すごい難しい問題があって、なんて説明したらいいかっていうのが僕もよく困るんですけど、余分な振動が出ないように演奏するっていうことも一応可能だと思うんですよ。で僕がよくデモンストレーションでやるのはこのシンバルでやるんですけれども、ちょっと自分ヘッドホンしますね。シンバルでこれぐらい音が鳴ってます。あんまりこう揺れてないですよね。思いっきり揺れてるのに音が小さかったですよね。こういうことが起こるんですよ、ドラムって。強く叩いて振動がすごくあるのに音が小さいっていうことがありえるんですよ。なのでこれってちょっと自分でシンバルとかで試してもらうと分かりやすいのかなと思うんですけれども、演奏する時に、無駄にこう振動になるんじゃなくてちゃんと音量に反映されてるかっていうのを確認してやると
良かったりもします。まあもちろん振動にある程度のね、振動は起こるにしろ、無駄に大きな振動を、させるんであれば、それはちょっとこう音が大きく響く方の力に変えてあげたいと思うので、そのあたりはですね、ちょっとこう演奏上の研究としてとても大事なんじゃないかなと思います。電子ドラムでそういうね、練習っていうことも意識すればできますので、そのあたりぜひぜひ、その振動が気になる、生音が気になるっていう方はですね、演奏方法っていうのもその生ドラムにとって絶対メリットもあるので、ちょっとこう練習してもらって、演奏するといいんじゃないでしょうか。ということで、まずこのパッド類で、今ちょっとシンバルをこう叩きましたが、シンバルパッドの説明に移ろうと思います。シンバルのパッドなんですけれども、普通のシンバルのパッドとちょっと、違うらしいです。何って思いますよね。何って僕思いました。何が違うかと言いますと、こちらのね、シンバルパッド普通に丸いですね。昔丸くないやつもありましたよ。こういう感じです。今もあるか。こういうふうに丸いシンバルの形しています。でシンバルスタンドのこの先、こちらなんですけれども、こちらがですね、普通のフェルトです。で電子ドラム、一般的によくある電子ドラムはここにですね、ちょっとこう三角になってこのパッドがこう回転しないようにしてあるんですよ。でこれはこう普通のフェルトっていうことはもう回転し放題です。ぐるぐる回ります。いつもよりも多く回りますね。回るんですけれども、回っても大丈夫なのは、回さないのはここまで丸くてもここまでしかセンサーが入っていないっていうものが多い。丸いんだけどセンサーはここだけで、ATV さんのこの、シンバルパッドはですね、もう丸いんでちゃんと丸く前面にセンサー入れてくれている。なので、前面に入ってると普通のシンバルと同じようにこっちしか揺れないんですよ。こう回り止めしてるとこうしか揺れないんですけど、こう叩いた時は普通こっちに流れますよね。こういうのもちゃんと自然に流れてくれるということで、これがねとても出来がこういうふうに、ね、ちゃんと動きやすいようになってくれてる、これすごいなと思いますね。でここにこれねここにですね、こういうパーツがついておりまして、でここに、ケーブルをはめ込むことができます。こんな感じで、はいね、しっかり、揺れるようにケーブルの、ね、長さも余裕を持って、これがですねもうちょっと普通だとこうケーブルタイとかで巻いたりとかちょっとね、作業的に面倒なのがポチッとできるっていう、それもちょっと嬉しいですね。それでは、ちょっとシンバルだけ叩いてみますね。はって叩くと止まるんですよ。未だに感動しますね。何度もこういろんなね、シンバルパッドでこうグッとしてこういうのがね対応したモデルあるんですけれども、お客さんがですねこう電子ドラム初めてですというお客さんが来て、まず叩いて鳴るって感動してくれて、止めるとまた感動してくれるっていうですね、これ最高にこう嬉しい。電子ドラム知らない人からするとすごい嬉しい機能なんですけれども、ちゃんとそういうね、基本がしっかり抑えられていて、でガーンって叩いてもいいっていうのがね、これも全部こっち叩けるっていうのはすごい頭の中でこうセンサーどこだなっていう風に電子ドラムが得意な人は、あるんですよね。
それをちゃんと考えずに、もうあんまり電子ドラムって考えたくないと思いながら、ドラムのインターフェースと電子ドラムっていうのが別の楽器っていうのは分かりながらも、なるべく近くあってほしいっていうミュージシャンの気持ちはあるじゃないですか。そういうところにですね、しっかりこう近づけてくれてるっていうのが嬉しいですね。それではハイハットの説明です。よいしょ。これはまず、普通のハイハットスタンドを使っているというポイントですね。やっぱ電子ドラムと生ドラムでちょっとこう感覚がね、違うっていうのをなるべくなくしたいっていうミュージシャンの気持ちがあると、そういうね、現実があるので、普通のドラムセットで使ってるハイハットスタンドを電子ドラムでも使いたいという要望はずっとありまして、それに対応するように皆さん頑張っていたんですけれども、ハイハットスタンドねで使ってます。で、ここに DC イン、何電源ここにいんの、ちょっとびっくりするじゃないですか。しかもなんか光ってるしね、でここ、が音源につながっています。これ何してるかと言いますと、ここに光センサーが入っています。光だからこの明るさをこの距離にして、このハイハットのコントロールをしているという、この ATV さん的にはこう非接触だからええよと、いう話を伺いましたが、非接触な、センサーですね。よいしょ。でこういう感じになります。で、どれぐらいいい感じかっていうのをですね、ドヤってするためにですね、ちょっと今から、ハイハット、動かしますね。ではハイハットを叩いてみるんですけれども、まず普通にエッジとボーですね。そして、だんだんちょっとこう開いていきます。安定してフットスプラッシュもできるし、このハイハットのね、叩き方のニュアンスというのも出ます。それではモジュールの説明ですね。各パッドから、ケーブルでつながってこのモジュールに、こう叩きましたよという信号が入ります。で、電子ドラム、いろんなパターンがあります。アナログシンセだった頃の電子ドラムから、デジタル録音した音を再生する PCM 方式になって、それ以外に、モデリングといってこう音の要素をこういろいろ切り取ってそれを再現するように組み立てる、モデリング方式があったりとかして、でこれはですね、なんていうのかな、今まであった電子ドラムって音色をエディットするっていうのが普通にあったんですね。音程を高くする低くするとか、ちょっとこうスネアにミュートしてみたりとか、そういう考え方があったんですけれども、そういう電子ドラムの系譜から、もう真横からストーンって入ってきたみたいな、なんかすごいちょっと違う考え方で、サンプリングを丁寧にきれいにサンプリングするんですよ。それを、丁寧にきれいに出したいから、余分なこう味付けはしませんみたいなピュアオーディオ的ななんか方式でゴンとやってきたっていうのがこれの面白いところなんじゃないかなと僕は思っています。ピッチも変えれないし、もう例えばこの中にリバーブとかもないんですよ。レコースターとかいい部屋で撮ったこう自然なこうなんか響きっていうのはちゃんと入ってるんですけど、
なんかですね、何なんだろう。だから今まで自分が思った音をこうエディットして、作っていこうって思った人向きではなくて、この音に一回して、で自分の好きな、楽器をこうサンプリングされてるんで、それをこの中に入っているもので本当ねすごい未来だなと思ったのは、新しい音色を変えるんですね。買うことができる。で、この中入れて、だからこれ中名前隠してるんですけど、僕メーカーの人じゃないから言っちゃうんですけど、例えばもうほんとジルちゃんとかセイビアンとかパイステとかボソフォラスとかシンバルのやつが分かるようにある程度名前が入っていて、でドラム買うにしろラディックとかスリンガーランドとかロジャースタとかヤマハだとかパールとか、いうのがですね、なんかもう変えちゃうわけですよ。で、チューニングとかはもともとそのなんか音に関するもうプロフェッショナルの人が作ってくれているものが、収録されているので、テックの人がちゃんとチューニングしてくれていて、で、いいスタジオでしっかりマイキングして、さあ叩いてくださいみたいな状況みたいな、もう自分がなんて偉い人になったんだろうみたいな気持ちになれる状況を作ってくれてるわけです。だからチューニングもこの楽器に関しては、できないし、まずは、このサウンドエンジニア ATV のエンジニアの人を信じてください。でその上で、楽器を選べるんで、チューニングで迷うより楽器を変えた方が早いっていうことをある程度のレベルの人は絶対経験してるんですね。でそれが割と初心者の人とかだと逆にそれが分かりにくくて、チューニングが分かんないから自分がこの楽器のポテンシャルちゃんと出せてないんじゃないかとかいろいろと悩んじゃうと思うんですよ。っていうところにですね、まずはこの楽器をこういうふうに鳴らしてみました。でちゃんとその ATV のエンジニアの人が、それを丁寧に、サンプリングしてで丁寧に再生していますっていう状況を信じて、自分が楽器を選ぶというところと演奏を頑張るっていうところに集中できるんですね。これ実はとても重要じゃないかなと思います。だからミュートできないんじゃなくて、ミュートしてある音を売ってるんでいいわけじゃないですか、言ってみればね。ピッチちょっと変えたいって言っても、やっぱレコーディングとかでも実際の現場いろいろな現場があって、例えばそれをチューニングでうんぬんっていうよりも、実際のところは、ミックスする時に EQ でどうにかしている場合とか、いろんな状況があるわけですよ。なんでチューニングだけで、何かを全てをどうにか解決するわけではないので、まず楽器を選ぶ、その曲に、合わせて自分が一番これかっこいいなと思う楽器を選ぶことが大事で、何よりもドラマーはリズムを出してなんぼなんで、一番それが活かせるかっこいいリズムで、演奏する。でですね、このモジュールのすごいところは、ちゃんと叩いたっていうタイミングから音が出るまでがむっちゃくちゃ早いんです。これ言ってもちょっとなんか分かりにくいかもしれないですけど、分かりやすいところだとスマホとかにあるシンセとかのアプリをやると、鍵盤押してからもうほんのちょっとしてからプーっていうみたいな、そういうことって経験あると思うんですよ。レイテンシーとか言うんですけれども、それがですねむっちゃくちゃ短いんですこれ。なので、叩いて打った瞬間鳴るっていう感じなので、リズムに対してすごいちゃんと、ストイックに、演奏できるっていうのはもうとても重要なところで、これ一回ちょっとこのねタイミングについてちゃんと例えば BPM30 とか10とかゆっくりなところで、この四分音符のカンっていう音の128分の1ぐらいのところ前を打つとか後ろを打つとか練習する人っていると思うんですけど、練習すると分かるんですけど、楽器の発音タイミングでちゃんと反応するっていうことがどれだけ大事で、電子楽器でそれっていわゆるチープなものがどれだけそこができていないのかっていうのももう自分で分かると思うので、それはぜひねやっていただいてと思います。で、ちょっとねじゃあ今からこれ、音出してみますので、今回このパッドでやっています。18インチのキック
18×12 のキックですね。で 10×6.5 のタム、13× これフロアが深さが12ですね。 13×12 のフロア、13×5.5 の、スネアドラムというスペックなんですけれども、これ僕すごいなと思ったのは、このサイズってレンジ広いんですよ。生ドラムも10インチのタムってすごいハイピッチからローピッチまで出るんですね。13インチのタムも結構高いところからフロアみたいに低いところも出るし、僕18インチとかって昔の白井ミュージックのシンバル動画とか見るとピンクのドラム使ってたりするんですけど、それも18インチなんですけど、割とドゴンって音も出るし、トーンって音も出るしっていう、このスネアも13インチな感じ。この各太鼓が生ドラムでもレンジが広いんで、これから13インチのタムの音が出てもスネアが13だけど14でも、キックが18インチだけど22インチとかのキックの音が出るっていう状況でも、なんか演奏してる側からあんまり違和感がないんですね。どうしてかなと思ったら、やっぱ生ドラムとしてレンジが広い楽器だから、そういう音もちょっとありえてもおかしくないかなって思えるサイズ感っていうのが、これ今日このシェル叩いて本当にすごいなと思ったところです。シンバルの大きさもだから141618っていうのって、僕がねよく使う、シンバルだと141820だったりとかするんですけれども、ジルジャンのローボリュームシンバルとかね、141618だったり、いわゆるなんか、シンバルセットの、ちょっとコンパクトなシンバルセットとしてすごいリアルなサイズでいるっていうことがですね、とても好感が持てました。生ドラムのインターフェースっていうのと実際に出る出音っていうところの間だから、プレイヤー視点ですごいバランスが取れているんだなというふうに思いました。じゃあちょっと叩いてみます。この AD5 のトゥルーアコースティックというキットですね、叩いてみます。この中をですね見ますと、バスドラムは22インチ ×15 インチのカノープスのメープルですね。CN ってここではちょっと濁してますけど、で多分、ラディックのマホガニ 10×8 で、こちらが 16×16 で、スネアドラムがラディックのブラス 14×5 インチ、でハイハット、ニュービートの14、このクラッシュが、ミディアムシンクラッシュですね、ジルジャンの。でライドが20インチのミディアムライド、これ18インチのミディアムシンクラッシュですね。今これちょっとパッドを叩いた音がですね、僕の声に合わせた音量なんで割とパコンって出てると思うので、一回ちょっと消した状態で一音一音聞いてみてください。はい、という感じです。で、これキック、ダウンロードして買うことができるんですけれども、これをですねちょっと他の音にしてみようかなと。追加の音源を足してですね、これが 22×14 のラディックで、タムは同じく、ラディックですね。これだからラディックのマホガニーで、これラディックのマホガニーが10以外にも12があったり14があったり13があったりっていうところもちょっと嬉しいですよね。で
ハイハット、今これセイビアンの HHX のレガシーですね。レガシーハット。ボルトの16インチ。これマイネルのバイザンスのドライ。セイビアンのボルトの18インチという感じですね。ということで、キックとシンバルが入れ替わっただけでこれだけキャラクターが変わるというですね、キック変わるのでかいですね。やっぱ全然こう音楽が変わるというか、感じになります。なので細かく変えることよりもこうやって楽器をドンと変える、贅沢さですね。細かいエディットができるよりも、とてもこういうことができるというのはとても大きいなと思いました。こういう感じのですね、このドラムなんだろう、全体的にさっきもういろいろこう褒めてしまったのでこれ以上なんかマイナスポイントがあんまり見つからない。使い方としてもともとこの ATV さん自体も、この AD5 自体こう自宅で使うっていうところを特に、大きく、考えていて、で、例えば MIDI での、書き出し、例えば DAW 皆さんこう今これを見ている Mac の中にも Mac じゃないかな iPhone とかで見てるのかなガレージバンドが入っていたりとかね、こうレコーディングするようなものが、持っていたりとかすると思うんですけれども、なんと、USB ケーブルでパソコンとつなげて、で、MIDI をねマルチチャンネルで、ドラムって、MIDI の話で言うと10チャンネル固定っていうことが多いんですけれども、それに全部の音が入ってくるっていう感じのやつをもうあらかじめチャンネルこう各楽器によって分けて編集しやすく出してくれる。で、例えばレコーディングするような感覚で言うと、それを一回こうまずドラムのスネア、例えばミュートした状態で一回レコーディングして、プラスちょっとスネアの音あとで一回ちょっと変えてみたやつでレコーディングしてみてっていう感じでオーディオとして使ったり、全部パラでやるとその分時間かかっちゃうんで、例えば、キックとスネアとあとステレオみたいな感じでなんかこう1回2回3回か、3回録音すると後でねその DAW の中でちょっとコンプかけたりとかそういうこともできるので、なんか自分が使いやすい、方法っていうのでなんかこうパラアウトするとその分オーディオインターフェース大きなの買わなきゃいけないんですよ。でやっぱこう DTM 始めますみたいな人って多くてもやっぱり4つぐらいのインプットのもの、割と一番よく売れてるのが2万円ぐらいのステレオインぐらいの、ちょっとこうねハイレゾで撮れるようなものというのが人気だと思うんですけれども、それでこうドラムをこうパラでやろうと思うとやっぱり今までだと難しかったところが、うまくね、この機能を使うとできるというのはとてもいいことなんじゃないかなと思いました。はじめね僕の中でだと DAW 使うんですよ、こう見えてもドラマーだけど、なんでこうそれだったらノートナンバーでこうトラックにバーンって分ける機能あるからそれ使えばいいんじゃないのって思ったんですけど、さっき一応データ見たら確かにこうなってると楽だなっていう出方してました。分かる分かるとDAW やっててそれでいいなと思っていた人も確かに初めからこうされていたら嬉しいっていう形に、なっていたので納得でしたね。というところもですね含めて、こう制作に使いたい、しかもその本当ノートパソコン1個と2万円ぐらいのオーディオインターフェースしかないというような状況にこの電子ドラムでも、結構なクオリティで、できるというところがすごい、ポイントなんじゃないかなと思います。
なんでパラアウトがないってなんかパラアウトっていうのはどういうことかっていうと説明してなかったですね、バスドラムの音が出るこう差し込み口、スネアドラムの音が出る差し込み口、タムの音が出る差し込み口が123とそういう感じで全部こうケーブルで出してで、ライブとかで考えるとこうミキサーのね人が外音のボリュームを外でこう変えたいからっていう考え方があると思うんですけど、さっき言った日本でそれってあんまなくないですか？あんまり数がライブハウス行けば生ドラムあるし、だからどちらかといえば日本人の人がパッと考えると僕のね、考え方であれば全然こうなんていうのかな、自分の手元で全てバランスも取れるし、ここからスピーカー2本でドーンって出してその生ドラムみたいな感じでバランスが取れていれば全然いいかなと思うので、ステレオアウトでこういう風なスペックのもの、コンパクトなものが出てくれるっていうのはいいことだと思ってるんですね。でさっきATV の人に言ったんですけどここにこうLAN ケーブルが入るところあるんですよ。ここにもしその外でどうしてもレベル変えたければ無線 LAN で iPad でサブミキサーみたいな感じでこうボリュームが変えられるアプリを作ってくれってさっきお願いしたんで、きっと3時間ぐらいで作ってくれると思うんで、もしそれができたとしたら俺のおかげだと白井さんよくやったと思ってください。まあやるかやんないか分かんないけどねでもねできたらいいなと思います。という感じでなんかね一通り、ハードウェアの部分そしてこの音の部分、ね、いろいろと見ていただきましたが、もうねだんだんこれを使ったデモンストレーションの、YouTube の動画とか出てるので、プレイに関しては僕を見るよりそっちをねしっかり見てもらって、こんなすげえことこんなうまいドラマになれたらいいなみたいになってもらいたいなと思います。あとねもうこれね今回このハードウェア使っていろいろ叩いて思ったんですけど、音が入ってる帯域も結構EQ してない感じなんでちゃんと今までのエレドラってちょっと音をアレンジ上満ちた音いろいろな音が入ってる、シンセとかでパッドとかまで入ってるっていうところでドラムの音が立つみたいな感じのものが多かったんですけど、これの場合は、そういう音に仕上げたりとか、これねYD9000 のキットがいいかな、もし自分でそういう満ちた感じが、満ちた音源の中でちょっとこれちょっと叩いてみますね。っていう超立つ楽器があるんで、超立つ楽器からさっきのマホガニみたいに太いやつまでちゃんとなんか欲しい音域がはっきり出ているっていうのがですね、実際音楽を聴いている人が作ってる感じがあってすごいこういう音の方針で、電子ドラムができるんだなっていう、さっき言ったこの道じゃなくてストーンってきたっていうね、そのストーンっていう感じがとても面白いなと思いました。ということで、ATV の A ドラム、これ A ドラムでいいですよね。A ドラムです。A ドラムです。A ドラム。A ドラムです。今回ですね動画を作るにあたって、渋谷さんありがとうございました。渋谷さん ATV の渋谷さんATV の渋谷さんは楽器店業界では超有名なので渋谷さんって言ったら「ああ!」って半笑いですけど「ああ!」ってとても有名な方なのでなんかね試打会とかある時は渋谷さんがいることが多いと思うので、あの人だと思ってぜひ話しかけてください。ぜひまあなんだろうまくこれまとめられない楽器であることがいいところだと思うしすごい可能性がその音楽的な可能性機能が言い方悪いけど絞られてる、
それをこの機能で広げていったことが、じゃあ実際にいろいろ広げていったのかっていうね、現実ね、っていう時にちゃんとさっき言った楽器を選ぶ、そして自分がプレイをするっていうところでちゃんと表現として広げてくれるという、もう楽器然としたところがとてもいいと思いました。ATV の A ドラムスのご紹介でした。白井ミュージックの白井俊光でした。